年先取りランキングトップ5でん。こんな感じになってます。網網だここについてる。ああそうそうそう。ご存知ですかね。ガチャン。ガチャンでしょ。ああそうそう。サプラさん今のところあれシティサイクル。そうだね。もうほぼママチャリの話してますね。今年もね年末なのでいつものやつをやりましょうか。来ましたね。先取りランキングですね。年末に来年流行るであろう先取りのランキングを発表して、前年の答え合わせをしつつ来年の予想を待たせるというメビウスの輪のようなでございます。はい、毎度おなじみサプライさん、トミーとサンタに来てもらってます。皆さん考えてきましたね。もう慣れてくると考えてこないでしょ。まずはあれか、去年の答え合わせ。そうですね。じゃあ見てみる？早速。行ってみましょう。はい。ちなみになんか個人的な今年のトピックスありました？ちょっとまあそういうのところ入ってもそう。やっぱオープニングトーク大事だってなんかで読んだから。サンタから。ああ、そうか。今年のトピックスか。トミーは何かありましたか？何でもいいよ、プライベートでも仕事でも。まあプライベートの話なんかしたくないかこんなところで。いや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 。なんかないの？これ買ったとかさ。車の顔が変わりましたね。車の顔がライトが変わりました。高いでしょだってそういうのね。そう分からんけど。スマート体重計買いました。何それ？携帯開いて体重計に乗ると、その今の測っていうのが全部携帯に読み込まれるんです。どういうこと？足の裏から？足の裏から。で、足の裏から手を先に行く。いやいや、携帯にこう出るんです。で、今何キロで体の水分量とか。でも体重計にも出るんじゃない？そうだね。体重計はなんかパッパッパって出るんですけど、細かくこっち見れる。何してんの？いや楽しくて。毎日乗ってんの？一応毎日乗ってなんかグラフにできるらしいんですよ。で、この日はなんか摂取カロリーが少ないですね。この日は代謝が悪いですねって出るのが面白くて。自分のスペック確認が。毎日のね。で、なんか今のその体の年齢が出るんですけど、27歳で27って出てるんで、これがこう変わるかっていうのをやりたい。なるほどね。いいね。27だったらさ、ね、別に27でさ、22って出ても嬉しくない？いや嬉しいですよ。意外と嬉しいです。意外と嬉しいです。全然違う。サプライさんは僕はほら子供がおめでとうございます。第一子男の子生まれました。男の子生まれた。おかげさまで。ますます励んでいかないとですね。そうですね。可愛いですか？可愛いです。飛びます飛びます飛びますって言わないでも自分の息子のことは。毎日元気にしてます本当。おかげさまで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本題に行きましょうか。まずは去年の反省者で。もう反省しちゃった。はい。で、サンタ去年俺マジで覚えてないよ。去年なんて書いたの？はドロッパーシートポストです。が流行るもしくはよく取り付けるんじゃないかと。どうでした結果発表は？結果発表まあそこそこ取り付けました。思った以上にまあそういう車種が増えたっていうのもなんかあるなと。まあ横目で見ててもさ。フリッカーとかさ、上馬店はさ、サンタとかさ、シャミとかもさ、谷さん筆頭にさ、マウンテンバイク行ってるじゃない。そうするとやっぱおのずとさ、お客様もさ、ちょっとね、自分も欲しくなっちゃうなみたいので、なんかフリッカーとか見てて上馬店で組んで自転車よくついてるなと思って。そうです。山で乗るならつけれるんだったらつけた方がいいなって個人的には思ったので、勧めたらじゃあちょっと使ってみます。あれは？あれ俺現物見てないんだけどさ、シルバーのやつ出たでしょ。はい。めっちゃいいです。なんだっけブランド？PNW。なんかあれだよね。限定品だよね。限定品でこのシーズンだけしかないらしい。そうなんだ。多分シルバーシルバー珍しいよね。定番化すればいいのになとかって思いつつ、結構シャキシャキですね。あれいいです。サンタさんは自分のバイクにはどうしましたか？どうしましょう。何のバイクに？今プロトタイプでちっちゃい車輪のストリートランドのブームボートっていうやつをブームボートね。それにちょっと奮発して入れちゃいました。調子はどうですか？面白いです。個人的にはどうでした？まあ当たりか外れかの2択かっつったらほぼ当たり。
とか言っときましょうか。とでも言っときましょう。まあ2、3本取り付けたら当たりよな。そうですね。だし僕じゃない人も取り付けてるの見たので、ああなるほどね。そう見ると、ああつけてるなああみたいな。そうだよね、そうだよね。確かに。ニアピンぐらいでしょ。あ、じゃあこれニアピン賞。ニアピン。はい。じゃあ次はトミ君。はい2025年の予想ですね。私はですねリムブレーキリムブレーキ。リムブレーキにしてました、どうでした？そうですねもう古代からいくとマジで当たったと思いますそれはよくトミーがリムブレーキのバイクを組ませてもらうことが多かったなっていう感じ？そうですね僕が持ってる車種が、結構個人的に所有してるのがトラックバイク多いし、あとモンスタークロスとかもそうだし、なんでお客様にブラックマウンテン組ませてもらうこともあるし、トラック組ませてもらうこともあるし、あとはあれですね、デイさんのドードーがローンチされたりとか、金子さんのタイがローンチされたりとか、なんかよくよく考えたらリムブレーキ多かったなっていうのと、あとやっぱクラストとか、そうね。トマンサーカンチとか、ライトニングボルトとか、よくよく考えるとなんか結構僕たちの中だと当たり前にあるリムブレーキなんですけど、結構やっぱ今の自転車最新の自転車でいうとかなりマイナーな存在にはなっちゃってますけど、僕の身の回りでは多かったかなと思うんで。どうよね。某大手自転車メーカーもさ、やっぱリムブレーキの車体出してるんだとかさ、昔のさマウンテンバイクをオマージュして出してるんだっていうのもなんか新作で出してたりするから、なんかやっぱどうしてもね、やっぱカウンター的な発想でね、リムブレーキいいなって思う人とかってやっぱ絶対ね多くなると思うから、その時に僕らのお店だとね選択肢多いから、リムブレーキがいいから自転車買うってわけじゃないとは思うんだけど、そうたまたまいいなと思う自転車がリムブレーキっていうのがあると思うから、僕も多分自分の自転車ドードーもそうだけど、トミーのこの予想は、もう正解でしょこれも大正解。結構組ませてもらったと思うし。そうですね、でもやっぱそうは言ってもあのモデルブレーキ廃盤になっちゃったんだとかもあったんであ、そうね。確かにね。シマノの感知ブレーキが今年までラインナップちゃんとあったんですけど、ついになくなりましたね。BRCX50 CX50 なくなったの？あれなくなりました。本当？生産終了ってなって、あれはちょっとってなりましたね。結構困るブランドさん多そうだったよね。そうなんだ。確かに。なんで気づいたらなくなってるやつあるもんね。そうなんですよ。なんでいつまでもあると思うのはリムブレーキなんで。そうです。あるうちに買っとけ。あるうちに買っとけ。はい。ありがとうございます。はい。サンタとトミー君には1個ずつあれしてもらってるんだ、予想してもらってるんですけど、毎年、大ボス桜井さんにはトップ5にさせてもらってるんで、見ていきましょうか。2025年の予想。これですね。マジだったね。今回は合ってるんでしたっけ？5位が5位なんです。そうそう5位。これ何を言ってんだろうって人は過去のやつ見てください。なんかあります。何言ってんだろうっていうのは。カラーシュ。カラーシュ。クールストックとか。いわゆるそのシマノとかもそうだけど、ダイヤコンペとかの他社のねアーチにポールにねよくついてくるけど、別検証つけてカスタムしましょうみたいな、リムブレーキ関連の話だけど、でそれがねちょっと今年流行るん違いますかっていう感じでした。でどうでしょう。結構つけました。あんまり。自分は個人的になんか好きなんで、自分のバイクも青いブレーキシューついてるし、あとカラーというよりかは逆に色消すパターンとかもポールにオレンジにあえてそのシマノのシルバーの金属のシューつけたりとか。なるほどね。普通にね。日常じゃないや、日々の業務で使ったのかなっていうぐらい多いですからね。流行ったっていうかなんていうか多いですから。そうですね。消耗品なんで。そうそう。はい。当たりですね。そうですね。当たりですわ。当たりですかね。けど俺この前鴨柄のシュー見たわ。マジっすか？フルストックじゃなくてどこだろう。でお客さんがつけてきたんで、どこで買ったんですかって言ったらタンデムって言ってた。
知らないなんか鴨柄のそんなの置いてるんだ、サンデー。なんででしょマーブルじゃなくて鴨柄なんだ。まあ、マーブルっぽい、だからその鴨柄っぽい色で色合いがあってマーブルにしてるみたいな。あーオリーブとグレートみたいな。ディグリに行こう。そうだね。ちょっとチェックしとかないと。チェックしおい次、はい。これね、4位。センタープセンターセンターとだったよ。思い出すわ。ル。思い出せるかな。センタープルだはってさ、アルマックスっていつ入ってきたのあれ？ああ、そうね。アルマックスいつでしたアルマックスって今年？今年の初めじゃないですか。本当？あれ違いましたっけ去年じゃないの？あれ去年ですか？去年もう去年か。ありがたいことにね、完売したんですねそうだね、販売しましたし、そうだね、確かに直近だとあれ、結構インパクトありましたよね。うんダイレクトマウント、そうそうそうね、センタープル。ダイレクトマウントってマジで胸熱でこれしかいけないみたいな。ファルコナーとファルコナーあーあれはでも去年だと思います。なるほど。それを見て、そうっすねそれを予想してるんじゃないかあな。ねありがたいことにでもね、完売してもすごいよね。あそうだねれね。アルマックスはそうだね。そうですね、まあそんなとこですかね。そんなところではいまあ正なんか解っすね。正解っすかじゃあ。まあぼちぼち。はい、ぼちぼち。じゃあこれね。それは流行んなかったっす。1ミリも流行んなかった。そうですね、これちょっとまだ皆さんに早かったの。そうそう。皆さんにあそちょっとこれはそうそうですね。う。アメリカンバルブの意味ですそうですね。ね。アメリカンバルブの略です。米式の方がいいんじゃないかっていう。そう。る。ほとんどしか使わなかったかも。アロンソンの純正がね、ベイなんでね。そうですねひ。たすら普通式のバルブコアします。緩いから。穴広げてるなんて人いなかった。いなかったね。じゃないですねあ。広げなかったですね。いなかった。じゃあこれちょっそうだね。それは珍しく外れだと。ね。さすがにこれはさすがにもう俺協力できないも俺もさすがに勝ったことない。次これね。セラコート2位はセラコード。セラコこれさ、何でセラコートって言い始めたんだっけ？2024年の年末は何かがあるからセラコート、アーストラルだ。アーストラルとまああとでもトムソンは特にかもう入ってきてた。そうはそうですね。でもフェイスプレートのカラー増えたりしましたね。そう。ああれ今年からじゃないですか。とかね。あれ今年か。グリーン。あとはサイバーのサイバーね。サイバーのねセラあれコートセラコートブラック。でまだあれでしょ？オンラインストア乗っかって、まあ多分これが出る頃には乗っかるのかわかんないけど、ケンクリーク。あシズラセラーコートのケンクリークのクランクっていうそうもう胸熱なものやばいやつがあれは出るのかな俺らにちょっと。出した方そうが方がいいですよ。出した方がいい。噂によると入ってきてるみたいなんで。チタンクランクにセラコートかけたい。すごいよね。やばいすごい半端ないですね半端ない。まあまあこれもだんだん定着してきたかな。定着してきたかなどうですかね。はいなんかボトルケージとかもねあったよね。なんか使ってる？僕はあれですねあなた。方サイバーのクランクが。あ今のクランク使ってんの？さあ金持ちや。いやもう金持ちだ。言わないで。フリーズランド。ストレッチランドにそうだよね。そのセラコート。あっちか。ビーチコマの方。の方にあどうなん？ぶっちゃけそのサイバーのクランク気になってんのさ。ぶっちゃけどうなん？いいです。やっぱなんだたわまないし、あたむ感じはしないし、あとかっこいいです。細い感じの細い感じで俺もせんちゃんのブログで知ったんだけど、ドイツのブランドなんだけどイタリアの方なのよ。あそうそれそうなんかいいなと思って。何がいいのかわかんない。いやなんかちょっとデザイン性のね。そうですね。ドイツすぎないというかそうそうね。はい。まあまあこれをじゃあ。じゃあもう当たりでしょ。当たるしかないもんね。あじゃあ1位が22.2。これはもう大正解じゃない。これはもう各社ね。はい。すごかったですいろいね。ろ出してましたけどね。ハンドルのクランク径が 22.2 のハンドルが来るんじゃないかってことで、しました。筆頭で言ったらビッチに。ビッチ。そうですね。ストレッチランド、うあとはワイルド。ん。うん入る。そうだね。いやこれはだってさ、だってみんなたくさんついたでしょ。たくさんつきましたし、自分も2個買ってますね。そうなんだ。だしメイドバイクショーにもいっぱい出てたみたいですねうん。なんか結構情報掘ってましたけど。ね。で、パラゴンであシム別注したでしょ。そうだねしましたね。だいたい 22.2 をごめんなさい。 318 318のステムに22につける時のそうね。シムっていうのは結構ね作ってることそうですね。多いんだけどポピュラーですね。 254のやつで何言ってるか分かんないですね。のシムでかっこいいのがないからパラゴンで今までなかったんだけど作ってもらおうって言って、作りましたね。そう作らせてもらったのがね地味に
結構ねブルーラグは派手なものの別注が多いななんて思われてる方もいらっしゃると思いますけどこれくらいの別注はしてます。このぐらいのパこれぐらいーツに必要性を感じたらはいそれをお願いするっていう、そうですはい端っこにちょっとだけこうね R がついてる。これ R がかっこいいですよね。届いた時結構よーくわ黙ってよーく見ました。熱い。わざわざパラゴンにねそうそうやっていただくっていうなかなかアメリカ製ねおつなパーツでした。まあじゃあこれはもう大正解ね大大正成功3位の AV を回復するような本当ね。1位大正解でしたね、はいはい。そんな感じでね。 OK です、そうだね。まあステムはねちょっとまだねちょっとまだこれから確かにいろいろ出てくるのかなというところで。ポールが出たのが激アツでしたね。まあねそうだね確かに。確かにねああ、じゃああれだ。僕タンデムにタンデムまたファンでね。そのまあ植物が買いに行った時にママチャリとかあとは使い行くの植物ごめんそっちが気がちゃう最近買った植物をモンステラってモンステラねよく言うやつ買った時にまあ待ってる間にこう中見るんですけどやっぱキッズバイクとかでも使うんですかね。やっぱタンデムに 22.2 で BMX ステムをラインナップしてるのもああなるほどうちのラインナップとちょっと違うなってさすが友本思っていいなと思ってリーグに行こディグリだろ意外とある意外とタンデムディグリがいがある何これっていうのがここ枝 22.2 じゃなかったもっと細かったもっとなるほどあんまふざけてると本当にね次にって押されちゃうトトンどうぞってやつダブルメタルね。じゃあ次じゃあまあ5分の4で正解はい。ありがとうございます。おめでとうございましたさすがですありがとうございここます。からは2026年来年の予想をしていくって感じではい。ちなみにですね皆さんご存知だと思いますその前にこれ2026年はね僕ねああそういえばそうだよ。はい僕ミドルリーチロードバイクってじゃあトミーのやつに近いと思うんだけど、これはどうですか？ありがとうございます。ありがとうございます。これねもう次も出したいぐらい。なんでかっていうとロンさんが出してるでしょ。そうですね。CR1。やるわいつうちに入ってくるのかっていうところもありますけど。バックマウンテンのロードバイクも出たんです。そそれが結構暑かったよな。今年の5月とか、5月とか4月とかだった。じゃあもう当たりじゃん。そうだねもう当たりだね。なんでね BMC ロード、一種筆頭に復刻させてもらったやつが、多分ね刺さってくれるお客様も多くてよく組ませてもらったんじゃないかなと思います。なんでこれがいいのかっていうのはうんぬんかんぬん多分今年1年の一周のブログとかいろんなところを振り返ってもらえたら、YouTube もあります。そう理解深まるんじゃないかなと思うので、当たりみたいなもんですね。ありがとうございます。よかった。全員まあそうまあじゃあ来年の予想ですけど、皆さんご存知ですけど、来年はね、ブルーラグ20周年なんで、そうですよ。20周年ですよ。やばい。すごいですよ。ちょっとそのこと忘れてたわ。とは別にね、なんかそのブルーラグさん20周年だからいろいろなんかあるんじゃないの？それをこの中に入れてなんかそういう情報操作してんじゃないのみたいな風に思われちゃうのも嫌なので、もう本当個人的なものを予想していただいてると思うので、出していきましょうか。はい。じゃあ行きましょうかサンタ君から2026年2026年これが来るサンタバージョンベーベンドゥドゥンカーゴバイクカーゴバイク。お自信のなさが字の小ささにいやちょっとちっちゃかったなっていうなぜそう思われましたか？実際に去年、オムニウムを組まさせてもらって、でなんだろうな大きいし長物じゃないですか。長物で乗りづらいんじゃないかなとかもっさりするんじゃないかなって勝手なイメージがあったんですけど、実際に組んで乗ると走り心地が良くて、すごいよね。めっちゃ走るし、しかもそこまでふらつかないし、これいいんじゃないってシンプルに思ったのと、やっぱリーさんも最近乗られてるし、そうですよね。娘を送っていかなきゃいけないから。そうですよね。でこれを納車された方もやっぱり一番使ってるバイクになっちゃった。やっぱ荷物も乗せる、ワンちゃんも乗せれる。いいね、ワンちゃん乗せるのね。ただ駐輪場だけが若干場所によっては大変かもしれないですが、それさえクリアすれば、オムニウムもそうだしクライズエールフォークとかも、そういうのもやっぱ
意外と日常使いでいいんじゃないってそうですよね改めて思ったというので、だからもう結局さ今あるじゃん環境問題とかさ、ね、これで解決できるもんねやっぱ自転車乗る人が増えたらっていうのがそうですね一個あるからでやっぱりこういうのがね運搬系のバイクが広がると、まあなんかいろいろ解決策にはなりそうかなと思う。だって俺一回去年一昨年もっと前かパリ行ったけどフランスのね、もうめっちゃいる。まあ、もちろん走りやすいように道路整備されてるから大きい自転車も走れるっていうのはもちろんあると思うんだけど、もうめっちゃいる。むしろそっちの方が多かったみたいな。でもなんかそうですよね、なんかヨーロッパの友達何人もいるんですけど、やっぱみんな持ってますもん。みんな持ってるし、トミーの友達ってことはさやっぱ自転車好きな友達、自転車のこと好きな友達が多いじゃん。そうですね。で何台かやっぱ自転車好きだと何台か持つじゃん。何台か持ってる。そのうちの一つにカーゴバイクがある。そのうちの一つにカーゴバイクがあって、なんならそのメッセンジャーで仕事でトラックでやってる時もあれば、やっぱ荷物あるから、結局そのカーゴバイク乗ってること多いし、なんかもうそれで CMWC とか行ってレース出てるし、あとやっぱヨーロッパの話を最近よく聞くんですけど、本当にいいバイクがぶっちゃけ一番多いけど、その次に本当カーゴバイクが本当に多いかもここ近年って聞いてて、なんかあんちゃんが旅行に行ったレビューみたいなの見た。あれね全国民が見た方がいい。そうですよね。全国民が見た方がいい。あれ見た時に面白いと思って。そう面白い。そんなところにゴロゴロいいんだカーゴバイク。結構やっぱさおしゃれな女性の方とかさ綺麗な格好した方とかがさ普通にカーゴバイク乗ってるのかっこいいなと思ったりとかさいいよね。いいですよね。バイアスかかってるかもしれないけど。まあそうですね。まあこういうバイクがね日本も増えたら楽しいなとは思うよね。なんか車感覚なのかなと思います。そのカーゴバイクが車の中に荷物を載せるものがいてっていう。意外と自信のなさから伺える字の小ささの割には意外と喋りました。そうね。今ねやっぱそのオムニウムがやっぱり一番ねおすすめしやすいですけどね、今後いろんなブランドからね出てくると思うし、やっぱねヨーロッパのブランドとか見てるといろんなの出てきてたりとかするから、そうですね。なんかねあれきっかけがあればね、そうですね。やってみたいなとは個人的にも思ってます。はい。楽しみ。はい。なんかもう信頼度言っとこうぜ今年は。信頼度か。信頼度どんぐらい？個人的には。2026年それ。80は言い過ぎだ。79%で。79%でちょっと群が後ろ。そうね。わかりました。70%ぐらいで。わかりました。じゃあこれは交互期待ですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。トミー君。はい。はい。私はこれが来る2026年トミーバージョンバーベン。トラックバイクとシングルスピードがこれはまあもう来てるよっていう人もいるかもしれないんですけど、早歩きぐらいで来てるもんねトラックバイクのシングルスピードが。でもこれは去年も同じような感じだったかもしれないですけど、僕の希望ですね。希望で、というのも、今となってはすごいいいパートナーなんですけど、いまだに僕一ファンとしてもう絶大な信頼とあるのがやっぱマッシュなんですよ。マッシュが実は2025年今年が20周年だったんですよ。で20周年になんかあれだろうと思ってたし、去年かなうちのみんながメイド出張行った時にもう伏線のようなめっちゃ珍しいマイク・マーティンがインタビューに答えてくれるっていう超貴重な映像をサブちゃんが撮ってきてくれて、僕さっきこの撮影の前もちょっとこう気持ち上げるのに見ちゃってたんだけどあれがあったからめっちゃ楽しみにしてて、なんもなくて今日今12月の半ばぐらいなんですけど、ないんかと思ってその希望と、あとはちょっと僕の個人的な話ですけど、アンバー東京、僕がやってるアンバー東京のセカンドのフレームが1月に来るのではないかと、ちょっと時間かかっちゃったんですけど1月に来ると思うんですよ。っていうのとか、あとはなんか僕の友達たちが個人で今レーベルをやってて、それのハンドメイドで作ったやつとかも今年展示会があったりとかして、ハンドメイドなんでそんなたくさんは作れないみたいなんですけど、なんかそういう友達たちとやっぱ
このシングルスピードトラックバイクのシーンをどんどん盛り上げていきたいし、やっぱマッシュのマイクが言ってたのはそのトラックバイクを諦めたくないんだって言ってたのが結構来てて、で僕もそのシーンがなかったらブルーラグにもいないと思うし、なんでそうですね。確かにね、そのねブルーラグの歴史もね、はいシングルスピードトラックバイクからさ始まってるわけだからさ、この20周年っていうね記念すべき年に、その原点にも、ね、立ち返ってとか原点を見つめ直してこういうバイクがねそうですし、多分ねご用意できるバイクもトミーのアンバーもそうですし、これ先日は金子さんのタイムもそうですねされましたし、そうね、アフィニティなんかもね、久々に来るんじゃないかっていう話が来てるから、もう選べると思うんで、これはね多分ね90ぐらいあるでしょ。90でちょっと震えてます。なんでトラックバイクって言ったらフィックスドギアになっちゃうんですけど、そうじゃなくてやっぱり今多種多様なバイクあるし、いろんな使い方をいろんな人にしてほしいからシングルスピードとも書いてあって、確かにね、まあ本当好きな感じで乗ってほしいし、そうですよね。トミーは本当理解は深いよね。そのいやもう個性ギアじゃないとダメだよって感じじゃないもんね。もう乗りすぎてそうなったそうだよね。からやっぱ今まで1回トラック通ってきた人もなんかまたいいんじゃないって思ってもらえるようななんか動きをしていきたいし、っていう感じです。これはもうやっぱトミー君自身がやっぱ好きなんで、これはもうそのトミー自身が流行らせっていう意味でも、もうこれはもう激アツじゃないですかね。激アツですね。です。はい、もう当たってると思う。これ2026年の12月にはこれは当たったねって言ってると思う。僕の希望です。じゃあ川島さん。はい。川島です。川島でした。パパが。そうですね。不安なんですけどね。今それちょっと覗いただけでも。でしょう。読めない字とか普通にある。じゃあ行きます。2026年先取りランキングトップ5。こんな感じになってます。これ自転車の話してますよ。まあちょっとそうですね。もうちょっと何言ってんだって感じだと思うんですけど。じゃあまずは5位から行きましょう。ドレスガード。ドレスガード。あんまり馴染みないね。これよくあるけど、よくあるママチャリ。網網だここについてる。そう後輪のここにさなんかわかんないから今ここですよここですよね。荷台の奥あれはここの間にリアバックとステーのところにこうついてる。はいはい。網網のこんなおしゃれな名前なの。ドレス側だってそう。まずママチャリ改造するときはそこから取ってる。僕は。そうだね。これはなぜそう思われました？もともとでもなんか今のママチャリみたいな原型がまあなんか110年ぐらい前なの。イギリスのなんかスタンレーさんって人がなんからしいんだけど、その時なんかまあ女性もねやっぱりそういうのが私も好きだし、なんかこうね移動したりするのもとても便利そうだしってことで乗りたいじゃんってなった時になんかその時に当時やっぱさファファしてます。そうだねファファしてる。ファファしてますね。マリアントワネットになってからイメージがなってから巻き込んじゃうねってなった時になんかその後にちょっとそういうのができたんだってドレスガードって。あそこにあってさドレス巻き込まないの、もっと重要なとこありそうな。なんか今のママチャリについてはさすげえなんか最小限だけど昔は結構こうがっつり入ってて、素材もなんか今でこそなんか鉄とかあったりするけどねプラスチックとかするけどなんかレザーとかっていうおしゃれてんな。そうめっちゃかっこよくて、あとはもうなんかこう編んであったりとかね。結構かっこよくて。それをどうする？でこれがなんか普通になってると特にこの時期になってくるとさまあ男性でもね結構コートとか着たりそうわかんない我々ねもう自転車乗ること乗るための格好してるからそうじゃなくてやっぱね世の中の人やっぱコートだったりそうだよね。あとなんかコートの紐みたいなとこもあるんじゃない巻き込んでなんかもう大変なことなってる人とかいるでしょ。ウィンドブレーカーのここのこの泥コードがカンカランとここがなってんだと思ってこれかみたいな。そういうのもね一応防止できるっていうのもあるし、なんかバイクによってはね結構ワンチャンリベンネとかでなんか意外となんかもう
とにかく足したい時期あるじゃない。とにかく足したい。もうなんか最近足せるもんなくなってきたなみたいな時に、これ最終手段ワンチャンあるなと思って、それこそ素材によっては結構遊べたりなるほどね。するから、ちょっとこれはもしかしたら、あとあれね、まさにレジ君あれか、オムニウムだけど、チャイルドシート子供とか乗せると足ブラブラしてるんじゃん。まああれそうあれ危ないくないようにやっぱついてるんだって、ままでだとドレスがある。そういうのもあるんで、もしなんかそういうね自転車のカスタム、子供の乗せカスタムとかする人がいたらなんかちょっとぜひあれじゃない？そこにねキャラクターのものとかそうステッカー貼って。これじゃあサプラさん責任持って勝負する。ちょっとじゃあタンデムに相談して、もしくなんかはめっちゃ良さそう。オリジナルでそうね。ぜひ。なんかうまくやればちょっといけない。わかりました。あんまり今のところ競合まだあんまりいなそうだと。競合まだいない。黒かブラウン。確かに。はい。次がこれね。バテージョ。バテージョ。ご存知ですかね、バテージョ。ガチャン。ガチャンでしょ。ああ、そうそう。まあこれもなんかみんな触ったことあるんじゃないかな。なんだったらママチャリになっちゃう。シティサイクルとかなっちゃうけど、自転車にも直付けされてるね。それも改造するときすぐ取って。すぐ取っちゃう。まず取るやつ。すぐ取るやつ。今更つける。これがまあ何かとね。まあそれこそね、またデジ君の話になっちゃうけど、つけてます。ついてる。めっちゃ便利。あれいいっすよね。あれ僕も今年1回つけたかもしれない。あ、本当？お客様に A バージョンのステップスルーにつけました。なんかつけてたかも確かに。めっちゃ便利。まず持たなくていいから。そうなのよね。鍵を持ち歩かなくていいから。まあ本末転倒。そうね。全部のバイクにはあれですけど、やっぱもうそもそも重い自転車とか、そもそも街中で使うのが大前提の自転車とかにするとめっちゃ便利だと思います。確かに。たまにサリンつけてる人いて、逆にね、逆にかっこいいです。一応俺これバテージョじゃないけど、なんか自分のチャリカスのカーゴフォークフロントに出た。なんかちょこんでしょ。昔あったね、キャットアイのちょこんって出るやつ。ブレーキブースターみたいな U ロックみたいな。なんだろう。それまあなんか派生だけど、あれも結構便利だったりしてね。あとすげえこれまた俺去年もなんか多分あぜみさんの話しちゃったんだけど、鹿児島であぜみさん昔のフリッカーとか多分遡るで出てくるんだけど、あぜみさんのロングホールトラッカーになんかわけわかんないクリプトのさスチールシャックルみたいな、なんか真ん中にこう真鍮のなんかこう鍵穴がついてるなんか変なバーテージョをつけてて、これがねめっちゃかっこよくていまだにね欲しいっていうか、ちょっと見てください。流行るっていうか流行らしたいっていうのがあります。車種によってはすごくいいと思います。サプラさん今のところあれですね。もうシティサイクル。そうだね。もうほぼママチャリの話しかしてですね。はい。3位がこの3位じゃね。3位ね。3位がね。バトンホイール。急にどうしたの？ありましたよ。これはでも高低差高いってどうしたらいいんだろう。これ流行らしたらどうしたらいいんだろう。流行らしたいっていうか、もうなんか止められないだろうなっていう。その心止められないってどういうこと？もうやっぱほらちょっとね最近バイクとかでも90年代じゃないけどバイク好きじゃないけど、まあちょっとそういう流れ来てて、でやっぱこの辺でもちょっとおしゃれな10代の若い子とかがNJS フレームとか乗ってたりとか、まあ、ちょっとあれだけどちょっとこうシンプルなカスタムしてね、乗ってたりとかそういうのを見てるとやっぱ思い出しちゃう。ちなみに私すごい好きなのでコレクションしてます。コレクションしてます。ジップとか持ってるし、ジップヘッド、コリマ、スピナジー。今もさコリマとかってあるの？なんか調べた時あった。コリマはまだあると思います。めっちゃ高かったです。そうだ。めっちゃ高かったです。で、あとはヘッドとかもまだある。いわゆるな。うわ、ヘッドはなくなっジェット。いや、あれもうないでしょ。ジェット3、あれは多分なくなっちゃったはずです。なかったと思う。まあぶっちゃけこれ紹介するのもどうだよっていう話なんですけど。あとあれだ。イオ。イオ。マビック。イオ。サプライさんの一存で入れますじゃあ。いくらするんだろう。そうですね。そうだ。でもなんかね、26インチ MTB とかたまにね、
キンがなんか乗ってる方とかも増えたり、あとはちょっとね競技用じゃないけどBMX スカイウェイとか、そうね。そうプラホイールってこと。そうプラホイール、それこそなんいいんじゃない？クラスターのカードコープフロント。確かに意外といいんじゃないですか。タンデムにあるらしいです。タンデムにあるらしいです。タンデムにあるらしいです。早いじゃん。20インチ。来年友本呼んだ方がいい。確かに。この並びだと思う。なんかほら富士のさ。あれ可愛いやつじゃん。なんかそれ用で撮ったんじゃなかったかな。ちょっと間違ってたらごめんなさい。結構ねちょっと気になって。それクイック使えるならちょっと熱いです。基本ボルトとかナットが多い気がする。確かにカーゴフォークのフロントに入れるは俺今発想なかったわ。本当。さすがサプライズ。いや多分結構いい感じになりそうな気が。リムブレーキも使えるもん。確かに。俺もかっこいいと思ってたから10代とか20代でただその当時はお金なくて買えなかったっていうのがただそうシンプルにそうあれば多分買ってたしかっこいいなってずっと思ってたから。カラビンカでエアロスポーク買ったもんな。あら桜井さんのエアロスポーク熱いな。みんな通る。あえてリアに入れるっていうね。いいですね。いいですね。はい。じゃあ次がね、2位が何ですかそれ？牧畜？木ですね。木。物騒っすね。木ですね。自転車パーツですかそれ？そうなんていうかほら。何を言ってるんですか。本当に。なん素材2位ってしかも。素材の話。それこそなんかリベンデルとかさ。最近フェルトのグリップコットンバーテープとかまあちょっと天然素材っていうなんかそういうのがあるじゃないですか。川里もそうだけどでなんかちょっと思い出すことあるかもだけど昔それこそさ竹のフレームとか木のハンドルとか木のハンドルフェンダーとかカノさん持ってる。カノさん竹のハンドル。竹のハンドルですよね。やべえ。パーシェだっけ？そうなんかねあるよ竹のハンドルね。めっちゃしなる。しないと。そうだよね。チャしなる。しないみたいなもんだもん。そう。しなるんだ。なぜです？なぜそう思いました？いや単純にやっぱちょっと入れたいじゃん。そういうなんかちょっとやっぱね少しナチュラルなもの。そうっすよね。金属のものですもんね。なんかちょっとただ取り入れれるものあります？そのハンドル以外に。そうですね。フェンダーとか昔あったねサイクス。今頃になってほしいわ。そうですよね。欲しい。かっこよかった。ボトル電池もあったんですよね。あれも廃盤になっちゃったんですよね。やっぱ確かにボトル電池いいな。ボトルケージいいですね。竹とか木とかでね。取り入れやすい。こうできるんだ。あとはなんかめっちゃ地味というか見えないところですけどサドルバッグとかハンドルバッグの中の中の棒スイストとか昔あれ木だったしあとなんか海外のいろいろ見てるとマジで拾ってきた枝みたいなやつやってる人とかいていいなみたいな流木ね流木とかバッシュガードとかないんですか？バッシュガードはねなんかね出してるとこあった気がする。確かに NA シクロの形みたいなやつでシートチューブにクランプしてちょこんって入れるやつが多分あるわ。良さそう。それで言ったらさあれじゃんもうだってコルクグリップなんてまさにそのものなので。確かにそうですね。一応単なるねフローリング配線ああそうね。再利用したうちのね天板みたいな。今更だけどちょっといいんじゃないかなっていう。責任持ってじゃあ責任持って商品開発してはいそういう感じですかね。1位がこのブルちょっとなんだろうなマニアックなおじさんが好きなやつかな。なんだろうブルーかもしれないですね。そう伸ばしも青色が流行る。青色が流行るかも。これはブルベ。ブルベ。なんでそう思いましたか。ブルベやっぱね改正のね
ジャパニーズドですね。あ終わりましすごいっすよね。あれた。いや、はとんでもないマジで。とんでもない。超人です。超人。私もデジ君もね、ほら。いやいや、もう僕なんか解説くれたら。いや、最近だともうなんかブルベサンクみたいな。いやいや、とんでもない。誘われてるだけだから。本当に乗ります。もともとなんだっけ、フランスのそう、制限時間内に決められた長い距離を走るっていう自転車の遊び方なんですけど、そうサンレース的な、そうですね。別に速く走る必要がないので始めやすいかな。完走するのがなんかこう、そうね、目的というか、はっていうような。その時に結構思ったのが、いやどうしても自転車としてさ、特にね競技とかレースとかになってくると、まあ速い軽いね、なんかそうなりがちだけど、なんかそう機材の選び方がさ、例えばこう乗りやすい。ダイナモライトを2個つけてるのとか、絶対やらないし重いし2発必要ないから。だけど1個壊れた時のためにっていう発想なんでしょ。ルールがあってね、伝統以上じゃないとダメなんですよね。あ、そうか、ルールでもう出させてくんないんで。なるほどなるほど。とかがあって、いやなんかちょっとなんていうの、その自分の中の価値観というか、ちょっと機材選びの基準がこれ変わるぞと思って、そのレースの種類が変わるだけで、だからなんか年齢的にもそのなんかね、ちょっとじゃあ順位競おうってならないけど、ちょっとイベントとかね、レースとか参加できたらね、楽しいなっていうのもあり、なんかそういうのがスタッフ内でもね、なんかまあ一種とね、ウエンツと僕はよく出させてもらってるんだけど、まあ人に勧めるかって言ったらやっぱなかなか難しい。けどそんな難しくないんだよ。本当にマジで全然みんなが思ってるほど難しくないから、本当に全然そんな運動とかしてこなかったもんとかっていう人の方が意外と向いてたりする可能性とかもあるから、もう全然もし興味があって僕の少ない経験談でよければ全然お話がありますし、ロングライダーズっていうね漫画読んでもらってロングライダーズっていう漫画があるんで、アニメ化もされた。あんま多分好き嫌い好み出ると思うんですけど、あんま作者さん見てたらすいません。僕は一応前回買いました。なんかそのカスタムがめっちゃ気になりました僕は。そうね。なんか僕車好きで、そのラリーがめっちゃ好きなんで、多分もうラリーですよねこれは。そうだね。もうその壊れたらメカニックが直してチェックポイントとか。結構長いパリからダカールのアフリカの都市まで走るみたいなレースとかもあるんで、多分そういうのにすごい近いし、でっかいフォグランプついてたりとか、いろんな新旧新しいのから古いのまで出てたりとか、なんかそれを感じてめっちゃそのカスタムをしてみたい。ダイナモ2つとか、なんか別のね、そのなんかかっこよさみたいな、パリ高仕様みたいなやつとか WRC 仕様みたいなやつができるってことですよね、チャレンジ。そうだね。激アツじゃん。でやっぱ機材選ぶときはやっぱ先人の方たちがノート残してくれてたりとかするからね。だからこのライトがいいよとか、このヘルメットライトがいいよとかっていうのを僕も本当にすごい参考させてもらって、こうやって人生初ブルベ出るからサイクルコンピューター買いました。自転車屋さん長く勤めてますけど人生で初めて買いました。なんかめっちゃいいっすね。これはちょっとじゃあ無理ない程度で普及させていこうかなと。サプライさんがそんな風に言ってくれるの珍しいですね。いや本当に普通にサプライさんだって興味あれば全然いつでもいいですよ。なんか余計なこと言って興味あればぜひぜひ。そうですね。なんかほらベストをね、蛍光のベスト、それこそちょっと前ほらサンフランシスコランダーちょっとなんかね美しいレサスの紹介したいとかもあるけど、なんか感じがかっこいいんだよね。不思議とフィジクのねベストは。そうやっぱ結構その海外の人とか見るとなんか。カーネルのブログとかさ読み返してもらえたらあれなんだけど、昔スケートやってたんだけど、今そのロングライドに自転車でのロングライドにハマってるみたいな人とか、普段はリベンデルとか乗ってるんだけど週末のブルベにも出るみたいな、そのねなんかどうしてもブルベ出る超速いロードバイク買うみたいな感じなのが多いんだけど、日本の感じだとね。海外に目向けるとなんかそのカジュアルなのとこのパキッとしてるのがどっちも楽しんでるみたいなのめちゃくちゃかっこいい多いなと思って、そういう人たちかっこいいなと思って始めたわ。なんかどうしてもカジュアルは
カジュアル、僕はカジュアルで自転車乗ってます、僕はパキッと乗ってます、で別れちゃいがちじゃない、でなんかそれをどっちも楽しんでってかっこいい人たちが海外にはたくさんいるんだなと思って、それになりたいなと思って始めたかなっていうような、憧れが強いかなっていう。わまあ、興味がある人はめっちゃいいわ全然っていう感じ。本当自転車好きじゃないと多分ねやらないジャンルだと思うので。フレッシュっていうチーム戦もあるから、サプラさんよかったら。見ましたよ。見ました。はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じです。はい、ぜひ。ジェイさんもね。はい、あ、そうだよねさん。僕毎度おなじみ最後に発表させてもらうんですけど、ごめんなさい、あれに入れるの忘れちゃった。サプラさんと被ったんですけど、あれロングライド。あら。使わなかった。なるほど。で別にねこれ一個だけ言わせてください。僕今すごいブルベンについて話したけど、言っても全然始めたてで本気でやってる人からしたらもうペーペーひよっこって感じで、別に僕がこのロングライドわざわざひらがなで書いてる理由としては、別に距離をいっぱい走ったからマウントを取りたいとかそういうんじゃないです。はい。例えばその普段5キロ片道5キロの通勤を往復で10キロしてますみたいな方、これ週末に片道20キロ長いライド行ったら、長いよこれは僕はもう立派なロングライドなんで。偉いです。でなんでこれを進めたいかっていうと、やっぱり長い距離乗るとね気づくことたくさんあると思うので、ハンドルはこうの方がいいなとか、グリップはこうの方がいいなとか、グローブはした方がいいなとか、バックはここにあった方が便利だなとかっていうのが出てくると、やっぱ自分の自転車の乗り方、楽しみ方が広がるんじゃないかなと思うんで、別にその200、300、400、600いっぱい乗ったから偉いよとかそういうんじゃなくて、もう本当に普段自分が乗らない距離にチャレンジしてみてはいかがですかっていう、ものじゃなくて価値観を今回提案します。はい、ぜひ皆さんチャレンジしてもらえたらなと来年は思います。はい。そんな感じですね。どうでしょうか。はい。駆け足で失礼しました。どうですか？来年はどんな年にしたいですか？忙しいですよ。本当だね。来年は忙しいですよ。やること多そうだな。忙しい。本当にもう今から忙しいのが見えてるから、もう頑張りましょう皆さん。本当に。僕はすごい楽しみだな。おー、さすが。本当に。小声。じゃあ皆さん今年もたくさんお世話になりました。はい。お世話になりました。はい。来年もよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。良いお年を。ありがとうございます。